時刻は16時30分になりました。後半はエイジアンのコーナーです。後半も引き続きよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。前半大変盛りだくさん大変でしたね私の方はちょっと少しのんびりというかね、お話を、前回に引き続きましてね、A ちゃんの方はゲストに車椅子の徳さんをお招きしてますので、後半もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、前回はですね、私がちょっとあまり知らなかったんですが、徳さんの、若い時のね交通事故当時のことまで伺いました。本当にね、それまで事業家であったのにね、いきなり頸椎損傷という大きなハンディを抱え、その中でね挫折を味わわれたと思いますが、しかしそこから立ち上がってね、同じ障害を抱えた全国の仲間のために団体を立ち上げられた。その上ね、介護事業所を設立して事業経営もしながらですね、社会福祉に貢献しておられるということでね、ちょっと信じられないぐらいなんですけどもそういう、そして不登校児にもね目を向けていらっしゃる。どこからそういうエネルギーがね出てきたのかなと知りたいところですよ。何でも知りたいんでしょうね、私自身が私が知ることで何か助けになればいいですよね、人のねと思いますよ。はい、確かにね、知らないことが多すぎるというのがね、人間のね坂ですね。私がね現職の時に、知らなかったことを退職後20年で知った。そして今82歳になってね、初めて自分の衰えを、失望ということをね、本当に諦めということをね、心の底から知りました。こんな寂しい人生がねあるとは分からなかったからね。でもそこに一つの宝がなんかあるように私は思っています。さあ、それではちょっと早いですけどね、次へ行って、いきたいと思います。はい、それではですね、次のコーナーですね。はい、How to 日本暮らし。はい、先ほどちょっと言い足りなかったんですが、徳松さんにはね、今後その後本当に自分がご利用者としての立場でもあるしねなかなか、そして SNS で発信しておられるということもあるし、そういうのをね今回も深掘りして聞きたいと思ってますから楽しみにしてます。わかりました。でその前にちょっとですね、先週になります、ちょうど1週間前なんですけどね、4日の10時から16時まで廿日市の市民活動センターで共生社会市民フォーラムというのを開催しました。このね、我々 A ちゃんがですね、実は出入国在留管理庁から共生社会推進賞という賞をもらったんですね。とんでもない、びっくりしました。おめでとうござざいます。素晴らしい。素晴らしいですね。これがね、私個人のねもらったわけじゃなくて、グループの皆さんの支えがあり、そしてねそれ以上にねそれ以上かな、市のね国際交流協会のね支援があったということですね。そしてまた徳正さんのようなね理解者があったという、そういうことでね、私は表彰状を東京へ取りに行くんじゃなくって、持ってきていただきたいと言ったら本当に持ってきていただきました。広島の入管局長、さんがですね、そしてこのようなことで賞賜となっているんですけどね、在住外国人からの相談対応や、学習就労支援などをですね、市民交流活動を積極的に取り組み、 SNS でそれらの活動を効果的に情報発信しているところ、その取り組みの着想及び実践は我が国における共生社会の推進に資するものとして大いに奨励されるところであります。よってここに謝意と敬意を表するため本証子を送りますと、こういうことでね、なんと私役所がですね SNS を一つのね材料というか、このキーワードとしてね表彰されたのを初めて聞いた時代は変わったんだなと思って、で確かにいろんなことで出入国管理庁というのはね、いろんなことがあったと思いますが、今なんとかですね、本当に在住外国人の支援をしようとして全国8つの局にですね支援をするための課まで作って、そして今までのボランティアグループにね寄り添って、そして外国人の実情を知ろうという、そういう真摯な姿勢も伺えます。私どもはねそれは一緒に
ていきたいなと思っております。徳松さんもねこの4日参加されましたが、はいいかがでしたですかね。いや皆さんすごく熱心にねグループワークとかいろんなことされてて、本当に皆さんでこう共有する共感するねで、そういう共生社会を作っていくっていうもうそのものが、その場にあったなと。私ちょっと途中から参加したんですけども見た瞬間にそんな感じなんだって思いましたよ。なるほどね。素晴らしいですよね。はい。まさになんか一つの村っていうかね、多文化共生村ができてる。プラス表彰でしょ、ね、この表彰の内容がまたこれ SNS というのもね本当に今必要なところでねやっぱり今からまた深掘りされますけど、またその辺のね話も後していきたいなというふうに思いますけどね。振っていただきましたんでね、そこで我々20年在住外国人の支援をしてきたボランティアなんですけどね、確かにいろんなね外国人は妊娠したところからも不安がどこの病院行ってどうしようか、言葉通じるだろうかとか、それから始まりますから、日本人の不安はねもう全部彼らも体験します。その上に在留資格というね大きなものがのしかかっておるわけですね。これは本人でなきゃわからない、そういうところを我々は少しずつね感じ取って、現場での対応支援をできる限りしました。でもね知るのが遅すぎて時すでに遅しっていうことも多かって成功ばっかりじゃないんです。失敗がいっぱいで、そういう中でね今反省して徳松さんがおっしゃるようにね SNS で予防というところに力入れようとしました。で彼がねそういうことをずっと障害者のためにやってこられたことをね本当に我々のためにも役に立つんじゃないか教えていただいておるところなんです。それを一言申し上げたい。でそれからちょっとですねさっきの4日の振り返りをしてみたいと思います。もう長い時間ね、しかも大変な天候不順の中40人近い人がね集まっていただきましたね。専門家も市民も。でそして何をやったかいうと表彰を受けて、そして広島の出入国在留管理庁局長のご挨拶もいただきましたが、なんというかねグループワーク、これがやっぱり私はやりたかった。そのグループワークというのはね外国人の大きな課題、5つに選んだんですけど、子供がやっぱ生まれる、そうすると学校へ学習、それから仕事でもいろんなトラブルがある。それから医療と福祉ですよね。そして、交通事故とかアパート変わるたんびにね、敷金の問題とかありました。で最後に在留資格、それぞれグループワークに分かれていただいてね、専門家もそして市町村もね入って県のそういう中でグループワークをいたしました。外国人のね本当に生の声をねそこで話してくれたので、それを聞きながらねみんなが現状から課題対策をね議論して、あとみんなで発表して共有しました。それからさらにね午後、お昼弁当みんなで取りましてね雑談した後、今度はまた講演をね次々20分単位でやってもらったんですね。県内からいろいろ専門家集めて大変なことしてるリレー講演をしました。確かに秋高田の名樹さんのようにねいろんな全国の被災地に飛んでいってはね在住外国人の支援をしているそういう実践のつわものがおられましたし、それから広島のね中で、広島キリスト教社会館というのがあるんですよ。小さい幼児からね年寄りまで預かってね、そういうふうな、福祉の活動の拠点です。そこから介護の職員の方がですねそこにね外国人ではなくって日本人で満州に置き去りになったというかね残留孤児、その人たちが日本へ帰ってからいかに苦労し日本語を理解できないままにですね、家の中に閉じこもっているこういう人たちをね、家族も支えようとしているんですけど、デイケアで受け止めて大変なことをしかし楽しいとね利用者が言っている、そういう話を聞きました。それからまた教会のですね牧師さんがですね、これは説教するんじゃなくて実際やっていることを、つまり外国人はねいざとなったら宗教施設とかそういうところにねいろんな教会であろうが仏教の徒であろうが
イスラムであろうが行くんですよね。そこが最後の砦なんですね。そういう中でどういうことをしているのか、本当にお金もない権限もない中でね、情報を共有しながら皆で支えている様子を教えていただきました。さらには法テラスというとね、これは全国各県にあるんですけども、法務省の外郭と言っていいでしょうか、弁護士さんがそこに広島の場合は2人、常駐しとられまして、でその1人が、川田弁護士、講演いただきました。だから無料でですね、外国人も多言語対応していただける法律相談ができるということ、ただし民事案件に限りますよ。そういうようなことをね聞きました。とても有益だったと思います。そして最後にはそれぞれの講師がね上へ上がって、そして専門家も加わり市民も加わってね、車座トークということをやって、ざっくばらんの話し合いをして終わったということです。以上、かいつまんでご報告をいたしました。車椅子でね方もいらっしゃったし、そしていろんなね障害を抱えた人もいらっしゃるんですよ。で外国人もね、この人あの人と私いませんでしたけどね、参加いただきました。徳松さん、改めてどうでしょうかね、私のこの、参加いただいた結果はですね、いややはりそういう、皆さんでこうトークをするっていうことが一番重要で、講演会をするだけだったら、聞くだけじゃないですか、そうじゃなくて自分の思いを伝える、でそれをディスカッションしていくっていうことが一番共有していくこと、共感することにつながって、これがやはり人間と人間の、共生っていうことに絶対これつながると思うんですよね。そうしないと例えば車椅子の人の状況なんて言わなきゃわからないわけですね。だからさっき栗林さん言われましたけど、外国の方の思いも外国の方のから聞かないとわからないから、やっぱりそれを知ることってすごく重要なことだと思いますね。もう本当ね、私もいろんなグループに入ってるんですよ。被爆者の会から車椅子の会、長年お付き合いしています。で一つ言えることがね、やっぱり日本人で本当に優しい人もいっぱいいます。だから助けてやろう、あげようという、そういうスタンスね、それがやっぱあるんです。ところがやっぱり助けてもらう方がですね、自分がこういうことをしたい、ああいうことをしたいというね、その主体性のある、それからまずスタートしないとね、空回りになるんじゃないかと、そこら辺がね思います。突っ込んでいって知ることだと思いますね。知らないとやはり話ができないじゃないですか。やはりだから私はいろんなことを知りたいからいろんなところに入っていくですね。 SNS でやられるとそれはさらに加速します。もっといろんな地方だったり世界だったりの方とつながるわけですから、なんかね、ものすごい手間もかかってね、費用もかかりそうで、私はちょっとと思って、それをどうやハードルって乗り越えたが高そうには見えますけど、でもそれはハードルを下げる方法もたくさんありますから、またその辺もね後ほどお話しできたらと思いますよ。ありがとうございます。ちょっと早いけども徳さんのですね、この度の、音楽のね方のご紹介リクエスト曲ですね。と思うんですが、私の方から言いましょうか。はい、これザ・ビートルズですね。While My Guitar Gently Weeps。これちょっと早すぎましたね。広島でじゃん。徳松さんの曲を楽しませていただきました。今ちょっと言い足りなかったというか、もう忘れないうちに私申し上げて、3月2日のですね市民活動センターのフェスタジャンも参加させていただきます。ですからこの度のねフェスタという話ね行事を、結果報告もさせていただきますし、なんですかね、SNS での発信をですね、やっぱり自ら体験してもらったらどうかなと思って、体験コーナーも準備したいと思っております。ぜひぜひご参加をいただければと思います。それからもう一つですね、報告しますと、私どもエージャンの中の韓国人でヨンさんというのが、副代表おるんですけどね、彼女が全国の大会で、全国の市町村の国際化とか多文化マネージャーの集まる研修
の場でですね、講師として、招かれて話をした中でですね、 SNS 放送のことも話したらしいんですよ。そしたら随分反響があった。つまり全国の市町村がですね、これに取り組みたいというニーズがあったということをですね、やっぱり感じ取りました。ですから私どもはね、なんかこう先鞭をつけてるような感じでね、こんなちっちゃいボランティアグループでもこれはね、勇気を持って、取り組みたいところが大きなハードルがある。なぜかいうと、これはどういう情報が外国人が知りたがっているかということですよね。障害者も同じでしょ。どういう情報を知りたがっているのか、これをきちっと整理しないとですね、時間の無駄ですよ。それをエキスを申し上げる。そしてそれをですね、本当に正確に伝えるための文字、例えば多言語に翻訳する場合もね、何遍もチェックしてやらないと誤解を招きます。で一旦誤解を招いたらですね、あんたはこんな放送したじゃないかということでね、損害賠償っていうようなことにはなりかねないわけですよ。だから全国の市町村がね、やりたくてもなかなか一歩進められないのはね、よくわかります。こんなAちゃんだからこそやっちゃえという、なんでもAちゃんという乱暴なかもわかりませんがね。でも我々現場でですね、いろいろ外国人のサポートして交通事故であろうと病院であろうと、現場対応してきたときにですね、本当に放っておけない、このね、なんというかこの誤解というかですね、これを散々見てきたんですよ。だから人がね、誤解すると善人が悪人にコロッと変わりますよ、結果としてはね。だからその辺も怖いです。だからそういう意味ではね、何としてでもね、予防をしたい。ところがその SNS に取り組むのが本当に私は苦労してます。もう一度ですね、そこら辺を徳松さんにも教えてほしいんです。障害者の方にはね、身体障害者だけじゃなくて精神的にもね、障害を持った人もいると思います。いろんな面でね、こういうところを気をつけないといけないよ。私本当にね、ほっとけないようなことがあると思います。ぜひ教えてください。はい、SNS ですよね。もうこれ簡単に言うとソーシャルネットワーキングサービスの略じゃないですか。個人やグループがオンライン上で相互にコミュニケーションを取り、情報を共有したり交流を深めたりするためのプラットフォームですよということじゃないですか。もう読んでこの字のごとくなんですね。トラブルを招くためのものではないんですね。情報を共有するものです。だからさっきその障害者の話、どうしても体の障害の人とか、あるいは心の障害の人とかね、いろんな障害があります。でも確かにその情報発信をすることっていうのは、その障害でいろんなスペシャリストがいます、やっぱりね。だからそういう人のところの情報を取りに行くことができるんです。例えばですよ、心に障害がある人の専門でやっているインフルエンサーというのはいるんですね。そこに今は情報を取りに行けるんですよ。それが SNS の一番いいところなんです。こちらからコミュニケーションを取りに行けるね。これちょっと前だとどこに情報を聞いていいのかわからない。じゃあどこに行けばいいのか、役所なのかで個人なのかがわからないで、みんな困ってたんですね。それが今困る必要性がなくなっちゃった。こういうところに聞きに行ける。だから発信する側も私もそうですけど、じゃあなんで徳さんは車椅子になったのっていう、本来こんなことは本人は言いたくはない話ですけど、でも相手は聞きたい話なんです。だからそれは話すべきだって私は思ってる。逆に困ってる人たちの困ってることを隠すのではなくて、なんで困ってるのかっていうのをはっきりとそこで発信をすることです。これには賛否ありますけど、でもこれは情報ね、ソーシャルネットワーキングサービス、情報を共有することね。今はね、メタとか、インスタグラム X ね、TikTok、YouTube、いろんなものがあります。でブルースカイもあれば、
もう何でもミクシー2でも今いくらでもあります。そこで得る情報というのはたくさんあります。例えば廿日市で美味しいラーメン屋さんどこ、ね、今までだったら行くところしか、自分が行くところしか知らなかった。でも今それを開けばたくさんのお店が出ている。廿日市だけでもそうこんな便利がいいものはないんです。そうですね。そしてね、加えてね、普通のメディアではないこちらの、うんその反応がねできるでしょう。だからそうです行き来する情報がね、これが素晴らしいなと思います。そういうことがねできるようになった。障害者もね一人孤立するんでなくて、自そうです。だから分から言える。情報自体のハードルが高くないんですよ。情報のハードルが、低くもないですけどちょうどいいところにあって、それがお互いが例えば東京と廿日市、あるいはアメリカと廿日市かもしれない。それが瞬時につながっているっていう。でその人の意見が聞ける、ね、それを聞き取る側も素直に聞かなきゃいけないですよ。じゃないと喧嘩になってね、誹謗中傷したりとかっていう話になって、さっき栗林さんが言ったような裁判になったりとかっていうようなことになってしまう。だからそういうことはやっぱりこれは避けるべきだし、そういうものではないです。もともとやっぱりね。ありがとうございます。はい、裏返せば在留外国人の問題と同じですよ。そうですねそのことを思います。はい、ありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。それではそろそろお別れの時間です。ぜひ感想をいただければと思います。この放送アーカイブ動画にて YouTube チャンネル広島でエイジアン、また SNS エイジアンからお聞きいただけます。エイジアンホームページからでもリンクできますね。多言語で放送いたしますので、YouTube の字幕やってもらえれば18言語ぐらいで見ることが、ベトナムやミャンマーにもこの動画が届くかもしれませんというですね。はい。次回もですね、来月第2火曜日の3月11日、午後4時放送です。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りいたします。お相手は廿日市国際交流協会外国人相談センターコータと、一般社団法人エージャンの栗林克之と、ゲストの車椅子徳さんです。はい、そしてブラッサム編集長橋本です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much. Muchas gracias. Adios. See you.